こんにちは、空手家神戸です。今回はフルコンタクト空手をしている人の中でものすごい多い悩みであり、これまでにたくさんの人から受けた、悩み相談でもある、スタミナが続かない、試合でいつも、スタミナが切れてしまう、試合になると急にスタミナが早く切れてしまう、そんな悩みを、持つ方の多くが勘違いをして、しまってやっている、どれだけやってもスタミナ切れを起こしてしまう練習方法と、逆にどうすればフルコンタクト空手の試合で本当に必要なスタミナがつくのかについて、解説していきたいと思います。では早速解説していきたいのですが、僕のことを知らずに今回の動画から、見られる方で、なんでお前がスタミナについて語れるのという方もいらっしゃると思うので、理由だけ簡単に説明させていただきますが、現役時代に極真空手家として、全日本大会、世界大会で、数多く、試合を行いましたが、2006年の全日本大会の、初優勝、した翌年の、負けを最後にですね、2007年から2016年に引退するまで、約10年間延長戦までもつれ込んだ試合に関しては一度も負けたことがなかったので、そのため、多くの選手に、スタミナについて聞かれてきたんですが、今回はその中で気づいたことや、僕がスタミナのアップを図るためにどんな意識で練習メニューを考えて、いたのかなどについても、お伝えできればと思います。このチャンネルでは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に、投稿していますが、僕の、運営する空手家講師のオンライン教室では YouTube では明かせない、試合に勝つために大切な技術や今回ご紹介するような、僕が現役の頃に、重要にしていた、試合に勝つために必要な知識や、身体操作、他にも所属メンバーの質問に全て回答するコーナーなどたくさんの知識をお届けすることでフルコンタクト空手で強くなるために役立つ、情報を惜しみなく公開していますので、本当に強くなりたい、悩みを解決したい、そんな方はぜひ、動画概要欄から、空手家講師のオンライン教室をチェックしてみてください。実は4年前に今回の内容に近い発信をしていたんですが、一部の方にはちょっと曲解されてしまったようで、受けてきた質問を聞いているとちょっと勘違いをさせてしまっている人もいるのかなって、ちょっと感じたところもあったので、今回はその点についても誤解されないように解説できればと思っています。今回ご紹介するのは、3つのテーマについてです。1つ目、多くの選手がやりがちなスタミナを落とすトレーニング方法とは。そして2つ目、スタミナアップに、効果的なトレーニングにもある、初中級者向けと、上級者向けの違いとは。そして3つ目が試合で勝つために必要な本当のスタミナ練習とは。以上の3点について今回解説したいと思います。ではまず一つ目の、多くの選手がやりがちなスタミナを落とすトレーニングについてですが、よくスタミナ切れで悩んで、どうすればスタミナがつくんですかという質問をしてくる、選手に練習方法を聞くと、こう長距離の10キロマラソンをしていたりとか、ミットを2分10セット、やっていますといった、感じの答えが返ってきたりしますが、これを、全日本クラスの選手が試合前に行っているのだとしたら、延長戦では、正しいスタミナトレーニングをしている選手と戦えば確実にスタミナ切れをして負けてしまうと思います。ちなみにこういったトレーニングをしている人は、もう下手するとですね、例えば2分10セット、ミットやりきるスタミナがついたんだから試合時間はそれより短くなるんだから楽に動けるはずだなんて勘違いしている人も、正直いたりします。ですが、フルコンタクト空手の試合で必要なスタミナはこの長時間動き続けるマラソン的な持久力とは正直全然、違ってきてしまうんです。なぜマラソン的な練習を試合前に行うのを、お勧めしないかというと、ちょっと極端な、例えになるかもしれませんが、例えばですが短距離走の選手が試合前に 42.195 キロフルマラソンの練習を必死に頑張って練習して 42.195 キロ、走る、力がついたんだから本番の、方が距離が短いし、他の選手より楽に走れるはずだなんて言ったらさすがにちょっとそれは求める結果が伴わないでしょっていうのは多分皆さんもわかると思いますし、そんな練習してたら多分皆さんも止めると思います。なんですが、なぜか格闘技になるとこういった競技特性を考えない発想の人が多く、試合のスタミナをつけたいためにたくさん走ろうみたいな感じに距離を走ってしまうっていう人は意外に少なくないんです。フルコンタクト空手の試合はこの打ち合いになった瞬間にもう最大の出力を一気に出して、この離れた瞬間にこう短時間で回復してまたこの打ち合いになったら最大出力をボンと出すといった感じで、この最大出力、短時間の休憩っていうのを繰り返すっていう特性を持っている競技なので、
試合前にマラソンのような、一定時間長い距離をいかにこの出力を一定で保ち続けられるかみたいな練習をしていると、当然、試合の時にこの急激にバーンって出力出してまたすぐ回復しなきゃいけない、バーンって最大出力を求められるっていう状況に追い込まれてしまうと、試合前に鍛えてきたこのエネルギー消費のサイクルとは全然違うので、この容易にこのなんですかね、その最大出力をするためのエネルギーが枯渇してしまうっていうのは、これは想像に難くないと思います。なので、なんですかね、イメージとしては、例えば別にマラソンを悪く言うわけではないんです。マラソン選手なんてとんでもないスピードでずっと走れるんで、なんですが、この一定以上、例えばこの高いレベルでこの出力し続けるっていうのは当然マラソン選手で求められますし、これを高いレベルで維持し続ければ当然長距離を走る力が上がってくるんですが、空手家っていうのはこういうんじゃなくて、ボーンって一気に出力を最大限まで上げて、短い時間でキュッと回復しておいて、またすぐドーンってここが出せるっていう力を、鍛えておかなきゃいけないので、ここが普段こういうレベルで、出力している人がいきなりここを求められると、これが何回も出そうと思うともうすぐ最終的にはもうここが出せなくなってしまうので、ここが枯渇してしまえば要は、手数が出ない、スタミナが切れてしまうという状況になってしまうので、これちょっともしかしたらなんですけど、こういう長距離を走るっていう発想になっちゃう人に関しては、ボクシングのようにこの3分12ラウンドあるような要は長時間、ある程度の一定の動きをし続けなければいけないっていう競技の選手の練習を真似している人もいるのかもしれないんですが、ボクシングとフルコンタクト空手っていうのはもうルール上競技特性がやっぱ変わってくるので、基本的にはやっぱ僕はね、ルールに合った練習をすることをお勧めしています。ですが、ここまでの解説だけを聞くと、じゃあ長距離走は、無駄なのって感じてしまう人もいるかもしれませんし、前回の動画を見た方で、まだ上級者レベルではないにもかかわらず、マラソン的な練習は必要ないんですよね。いう形でちょっと曲解してしまう方もいたので、今回はちょっと少しですね、強めに、強調しようと思いますが、マラソン的な練習が一切必要ないわけではありません。そこでこの2つ目の、テーマなんですが、初中級者と上級者では、スタミナアップに向いた練習、が違うという点について解説したいと思います。これ以前この4年前の動画でも少し触れたんですが、特に、初級者とか中級者はマラソン的な練習が必要な場合が多くなります。これなぜかというと、皆さん呼吸で息をで吸った時に、酸素を取り入れて全身に運んでくれるのが血液なのは皆さんもご存知だと思いますが、この血液を運ぶ血管の中でもこの毛細血管と言われているものは、この日頃運動していないと、どんどん退化していって機能を失ってしまうというか、もうどんどん細くなって消えてしまうんですね。これいわゆる、確かに、ゴースト血管で、呼ばれる状態になるんですが、ですね、イメージとしては、例えば部活とか高校生とかの時にやってた人たちってわかりやすくちょっと葉っぱの背みたいな感じで書きますが、こういう太い血管があって、この先にたくさんの毛細血管がバーって張り巡らされて、筋肉の中に血管がもうしっかりいろんな細かいところまで巡らされてるっていう状態ですね。こういう状態が、当然酸素をたくさん効率よく運べる状態なんですが、これ運動しないとこれがどんどん細くなっていって、最終的にこれもう血液が普通に流れてもここを使えないみたいな、どんどんこういう状態になっていってしまうんです。で、これの当然この状態だとさっきの人と同じ血液量を送っても、この、血管がないから、酸素を全身にくまなく運ぶことができなくなってしまうので、これ効率よく運ぶために、有酸素運動でマラソンとかをして、この毛細血管をまた張り巡らしていく、これを増やしていくってことが、やっぱり最初、大切になってきます。で、このベースがないとやっぱりせっかくスタミナ稽古をしても、運ぶ血管がないからスタミナが維持できないということがあるので、やっぱ初中級者はこの毛細血管を増やすっていう時期はどうしてもやっぱり必要になってきます。ただちょっと僕もこれそこまで詳しくないからなんですけど、ゴースト血管、確かやるとある程度、増やすし太くなるし、また回復していくみたいなんですが、ちょっとこれ、あまり長期間やらなさすぎると、なんか機能の回復には限界があるみたいな話もちょっと聞いたことあるので、もしかしたら
その壮年部まで一切運動やってなかった人は、これの増えが悪かったりとか、回復に時間かかるってことはあるかもしれないんですが、その辺は僕ちょっと専門家じゃないので、ただ完全に若い頃と同じ量まで増えるのかっていうのはちょっと僕も、言い切れないんですが、でもこれやれば確実に増えてスタミナの効率は良くなるので、特に初級や中級者に関してはこういう毛細血管を増やすトレーニングは結構、大切になるというか必須のトレーニングになっています。ただ、こういう効率を良くするためのスタミナトレーニングっていうのは、特に上級者になっていくレベルであれば、やっぱりベースアップ期っていう形でちゃんと大会前じゃないちゃんとベースアップをするための期間にしっかり、やり込むことで、今はちゃんとベースアップ期だっていう期間を作ってやっていくっていうことはお勧めしています。初中級者ではそもそも、これがないとできないので、これをやらなきゃいけないと思うんですが、ある程度中級者でも上のを目指すレベルになってきたら、ベースアップ期でしっかりこれを。で、試合が近づいたら試合用って感じで分けていった方がいいかなと思ってます。なんと、1000メートル、1キロ走だったら3分以内くらいで走れるっていう上級者であれば、もうこれは正直飛ばしてもいいのかもしれないです。普段のトレーニングとか、普段の稽古で、1時間2時間という稽古をやってれば、マラソン的なトレーニングに、近いものができたり、普段のサーキットトレーニングとかでマラソン的なトレーニングになってたりすると思うので、上級者であればこの辺の飛ばしても完全に試合に特化した練習だけでもいいかなと思います。僕も現役の、中盤以降はもうそれしかやってなかったので、でも、ベースアップ機を使いたいという人はこれを、目標にベースアップとしてやるのはいいんですが、試合直前までちょっと、そういう長時間の出力をする練習に体を慣らしてしまうのはリスクかなっていうか、そもそも試合のスタミナは逆に落ちてしまったりするので、そこはちょっと気をつけてやってほしいところだと思っています。で、ちょっとここまで聞いて、じゃあ、結局空手に勝つために、スタミナ稽古何すればいいのっていう風になっちゃった方もいらっしゃると思いますので、ここからちょっと3つ目ですね、試合で勝つために必要となるスタミナ練習とはについて簡単に、お伝えしたいと思います。基本的に先ほど、少しお伝えしたようにフルコンタクト空手の試合は競技の特性上この打ち合いになった瞬間に最大出力で、離れた瞬間に短時間で回復、また、打ち合いになった瞬間に最大出力っていうのを、繰り返す、競技になるため、その競技特性に合わせて最大出力と短時間の休憩を、組み合わせたトレーニングが大切になってきます。つまり最終的に試合で勝つために必要なスタミナで重要なのは長時間出力ができる持久力ではなく、最大出力を短時間の回復で繰り返し行うことができるようになる瞬発力と、短期回復力になります。ちなみに、僕はここでいうスタミナに直結する瞬発力を向上させるトレーニングのことを瞬発的筋持久力を向上させるという形で、トレーニングをですね、普通のトレーニングと、区別して行っていました。ただ完全に僕自身が、トレーニングを区別するために作った造語なので、調べてもこれ出てこないのでちょっと気をつけてください。ただ、僕はこの現役時代にですね、この瞬発的筋持久力を鍛えることを、最重要、項目の一つと決めてトレーニングをしていたので、僕にとってはこの大切なこのキーワードというか、僕が、試合で勝つためにトレーニングしていたうちの中でもかなり重要度の高い、トレーニング分類で、これはもう僕の中でも大切なキーワードでもあるので、ちょっとヒントがてら覚えておいていただければなと思います。この瞬発的筋持久力を向上させるトレーニングに関しては、過去にちょっと内弟子トレーニングっていう話でちらっと出したことがあるかもしれないんですけど、そういうものだったりとか、短期回復力を高める具体的なトレーニング方法に関してなどは、ちょっとこの動画も長くなってしまうので、また次回解説しようと思いますので、その解説楽しみにしておいてください。酸素を全身に効率よく届けるために大切な最大酸素摂取量の強化について、フルコンタクト空手の競技特性に合った試合で勝つために必要なスタミナで最も重要なのが、ここからここまでが100メートルみたいな感じで、この3等分して200メートル全力ダッシュ、100メートルランみたいな感じで、いかがだったでしょうか。今回はマラソン的なスタミナトレーニングが、フルコンタクト空手の試合に及ぼすメリット、デメリットを簡単にお伝えしてきましたが、次回は競技特性に合わせたトレーニングにはどんなものがあるのか、どういった効果を得るためにそのトレーニングを行うのかなど、少し具体的な内容も含めて解説していきたいと思いますので、試合に勝つためのスタミナをつけたい、
正しいトレーニング方法を知りたいという方は、次週動画を楽しみにしておいてください。また動画の配信を見逃したくない方は、チャンネル登録していただいている方は動画のこの右下の方に、ベルマークの表示がされていると思いますので、ベルマークをタップして、すべてを、選択していただけますと、動画の更新を見逃さずに見ることが、可能ですので、ぜひベルマークとすべてをタップして次回動画をお待ちください。もちろん、チャンネル登録お済みでない方は、今回の動画が参考になったという方は、この右下のですね、チャンネル登録ボタンの、チェックお願いします。ではまた来週、金曜日18時の配信を、楽しみに待っていてください。これからも空手工学の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。今回のオンライン教室でお届けするのは誰でも今日から使える、カウンター技術です。止まってあげるっていうやつ。相手を取るところで来た時にパンって打たして戻り際にパキンなる。もしくは、止まっていく。おーっていう形で、あれだったらパンってやってサポってこっちでもいいですし。